こんにちは。京都で着付け講師をしている素直と申します。一人でも多くの人に着物を着てもらいたくて、主婦業の合間を縫って着物のノウハウを動画で発信しているものです。詳細はブログの自己紹介記事がございますので、この動画が終わった後に動画の概要欄のリンクからご覧になってください。今回のテーマは着物を始める時に最初に揃えるものです。最近特に感じるのですが、 SNS で多くの人から応援メッセージをいただく中で特に嬉しいものがあります。それは素直さんの動画を見て着付けを始めました、着物を始めたいと言ってた友達に素直チャンネルを教えましたといったメッセージです。着物を楽しむ仲間が生まれる瞬間です。私の目的は着物人口を増やすことなんです。なので着物への最初の第一歩の背中を押すことができた時、私は一番やりがいを感じます。というわけで今回の動画はこんな方にご覧いただきたいです。着物を着たことがないけど興味がある人、着物を着てみたいけど敷居が高いと感じている人、着物なんて考えたこともなかったけど今回初めて着てみたいかもと気づいた人、こんな人に最後までご覧いただきたいです。早送りでもいいのでどうぞ最後までお付き合いください。できる限り分かりやすく専門用語を使わずに説明します。揃えるものについてこういうのがいいよとか、逆にこんなのはやめといた方がいいよといった細かい着付け講師ならではの視点でもご紹介していきたいと思います。リラックスしてお楽しみください。それでは始めます。着物を始める時に用意するものはこちら。ハードルが高いって思わはりましたか？大丈夫です。今の時代に生まれた人は本当にラッキーやと思います。全部お安く揃えることができます。まず小物についてですが、1万円以内で全部揃えることができます。それから、着物、帯、長襦袢は中古でも構わへんねやったらリサイクルショップで数百円から売ってます。お近くにお店がなかったらネット通販とかネットレンタルとかいろんな入手手段もあります。それでですね、この動画を見終わってちょっとでも着物に興味を持ってもらえたら是非お近くのリサイクルショップに行ってみてください。今まで何とも思わへんかったものがお宝に見えるはずです。それでは早速ですけど一つ一つ説明していきたいと思います。体に着る最初の順番からやっていきますね。まずブラジャーです。ブラジャーはお洋服用のワイヤーが入ってるものやと和装ってこう締め付けたりするのでちょっと痛くなるんですよね。帯でこう締めるとワイヤーにちょうど当たって痛いです。なのでユニクロのブラトップでもいいしスポーツブラでもいいしワイヤーが入ってないものの方がおすすめです。それで和装ブラについては私は検証する動画を撮りましたのでそちらを参考になさってください。その後肌着を着ます。肌襦袢とも言います。こういうものです。ワンピースタイプとかいろいろ形はあります。これは汗を吸ってくれたりあと透けへんようにしたりする役割があって、素材は私はキュプラっていう素材を使ってます。夏は涼しいです。それから足元は足袋を履きますね。足袋には小ハゼ、4枚小ハゼ、5枚小ハゼっていう種類があります。もう普段遊びでしか着いひんのやったら旅ソックスでいいと思います。もう数百円から売ってます。4枚小ハゼって何かっていうとこれ小ハゼっていうんですけど、これが4つついてたら4枚小ハゼ、5つついてたら5枚小ハゼ。どういう使い分けをするかというと、4枚小ハゼはカジュアルシーンです。5枚小ハゼはフォーマルシーンです。フォーマルシーンとかあと踊りの時とか5枚小ハゼを履きます。で違いはこの足首のところどこまで覆うかですね。では続きまして長襦袢を着ますね。長襦袢こういうものです。それで長襦袢には襟芯っていうこういう芯を通します。まず長襦袢ってどういうものを選んだらいいかなというと、最初はポリエステルのものがいいと思います。なぜなら洗濯機でジャブジャブ洗えてアイロンもいらないからです。襟芯はどういうものがいいかというと、肩が凝りやすい人とか胸の大きい人とかはメッシュの襟芯の方が柔らかくって肩に負担がかかりにくいです。襟元をビシッとするのが好みの人は
こういう固めの襟芯がいいです。それからこの端っこの形状がこういう丸いタイプと、あとこういびつな形をしているタイプと2通りあるんですが、それはどっちでも仕上がりは同じです。次、長襦袢を着るのに必要なもの、紐がいりますね。腰紐。それで腰紐は長襦袢に1本使います。着物に2本使います。で、帯の仮紐用に2本使います。なので合計5本あれば着物は着付けできます。腰紐にはいろいろタイプがあって、こういう長襦袢の生地から作った可愛い腰紐とか、真っ白のものとか、色付きのものとか、くしゃくしゃくしゃっとなってるものとか、いろいろあります。おすすめはこれ、モスリンっていう毛織物の素材です。これはある程度伸縮性があって、ポリエステルやと汗が溜まったり汗もになってしまったり、あときつくなりすぎたりするんですけど、これやと結構楽です。これがおすすめです。あとはスズロ腰紐っていう伸縮性のあるメッシュの腰紐があるんですね。それも夏場とかすごくおすすめです。それから伊達締め、これは2ついります。長襦袢に1つと着物に1つ使います。襟元をビシッと固定するためのものです。それで私はメッシュタイプをおすすめします。メッシュでこう伸縮性のあるタイプ。それで昔のものやとこういう布製のものとかポリエステルのものもあるんですが、こっちは伸縮性があんまりないので苦しくなっちゃいがちなんですね。そしたら帯結びに必要な小物を紹介します。まず最初に必要になってくるのがこちら、帯枕です。帯枕にもいろんな種類がありまして、大きさもいろいろです。こんな感じで。それでどういう時に使うかというと、まずお太鼓結びをする時とか、振り袖で代わり結びをする時なんかに使います。半幅帯をする時は帯枕はいりません。帯枕の選び方なんですけど、お太鼓結びをしたいんやったら横が長いタイプがおすすめです。若い人はボリュームのあるものが可愛くなります。で、逆に言えばご年配の方はちょっと小ぶりで薄っぺらいのが上品になると思います。振り袖の帯結びをしたい人はもっとコロンとした丸っこい帯枕があるんですね。これが振り袖用です。そういう感じで使い分けます。それとこの帯枕についてる紐のところはガーゼ状が一番吸水性があって汗もとかにもならへんくって楽です。そういう感じで選んでください。それと帯結びには帯揚げと帯締めが必要です。まず帯揚げについて解説します。帯揚げは普段着物を楽しみたい人はこういうちりめんがおすすめです。ちりめんじわみたいにデコボコがある素材です。これが初心者さんには一番簡単で綺麗にできると思います。一方、ちょっとやめといた方がいいかもって思う帯揚げはこちら、リンズです。リンズの帯揚げはこんな感じ、テロッとしてて柔らかい素材です。これは訪問着とかに合わせるんですが、結構あらが目立ちやすいんですね。シワができやすくて。ですので最初に使うとちょっと難しく感じると思います。それとこういう夏物の素材もあるので買う時注意してください。こうやって線が入ってるもの、これローっていう素材です。それから絞りの帯揚げ、これ好きな方多いんじゃないでしょうか。絞ってある帯揚げなんですけど、これは振り袖用になります。そして絞りでも中が抜いてある、中が絞ってないもの、これは訪問着などにも使えます。今度は帯締めについて紹介します。帯締め、着物初心者さんで普段着物を楽しみたい人に一番おすすめするのはこれ、丸組の帯締めです。丸組っていうのはこうして丸くなっている形状のものです。それで全く無地のものが一番合わせやすくて使いやすいです。フォーマルの着物、訪問着とか振り袖とかを着はるんやったら、こういった平組のキンキラの帯締めがおすすめです。平組っていうのはこういうぺっちゃんこの形状です。幅が太ければ太いほどフォーマルになります。
それとキンキラがキン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 してるほどフォーマルになります。この平組みの帯締めは結ぶ時にあらが目立ちやすいです。裏表がしっかりこう折っていかないといけないので、ちょっと難しく感じる人もいるかもしれません。なので初心者さんには丸組をおすすめしてます。こういうのもあります。リバーシブルの平組の帯締め、これは一番難易度が高いです。裏表が出るので、間違った結び方をしてると分かります。でこの帯締めの結び方については別で動画を撮りました。またご覧ください。こういうのもあります。一つだけポイントが入ってる帯締め、こういうのはですね、結んだ時に左側にポイントが来るように、こっちにね、自分の左側にポイントが来るように結びます。なのでやっぱり初心者さんにはちょっとハードルが高いかもしれへんと思います。それから夏物もご紹介しておきます。注意しないといけないのが、こういう編み目が粗いもの、これは夏物です。7月8月に使います。そして今日私が使ってるこちらは三部紐と言いまして、この幅がだいたい9ミリぐらいの幅の細い紐のことです。これは通年使えます。一年中使えます。浴衣につけてもいいし、お太鼓につけてもいいんですけど、ただしこれはカジュアル限定です。もう本当に遊び着の時に使うものです。でこういった帯留めを通して使います。こんな感じです。続きましてご紹介するのは帯板です。帯板はこういうものです。それで帯板もいろんな形があります。こういう大きいものもあればちっちゃいものもあります。このちっちゃいのは浴衣用です。半幅帯に使います。あとは振り袖の後ろ板って言って、振り袖の帯結びの時は背中にも帯板を入れるんですけど、そういうのもこういうちっちゃいやつです。それからこういう大きいのは振り袖とか訪問着とか帯幅をこう広げたい時に使います。それからくびれてる人とかってここがくぼんだりするんですね。なのでしっかり横まで覆えるようなものの方が全体が綺麗に仕上がります。でも普段使いやったらやっぱりこういうちょうどいい大きさが使いやすいと思います。で素材は私が一番おすすめなのはこのメッシュタイプ。私はこれを年中使ってます。それも参考にしてください。でもやっぱ可愛いのもいいですよね。テンション上がります。帯に使う小物はこれで以上です。では着物に使うアイテムで一番大事なのはこれ、着物クリップです。このクリップは何に使うかというと、背中心を合わせるために使います。背中心というのは背中のラインのことです。これがずれてると全部が着崩れていくんですね。なので最初に背中心を合わせてクリップを留めて固定してずっと着付けていくと綺麗に仕上がるというアイテムです。でその他にも雨の日にちょっと裾を上げてつまんどいたり、階段の上り下りする時にちょっとつまんどいたり、あとお手洗いの時にこう裾を上げて挟んどいたりするのにすごく便利なので、一つは持っておくといいと思います。それでは次は草履についてご説明します。着物初心者さんが一番最初に揃える草履でおすすめなのはこちら、カレンブロッソのカフェ草履です。色の淡い、全体が淡い色のものをおすすめします。これはですね、普段着物を始めたい人に一番おすすめです。コスパがいいから。普段着物にも合うし、訪問着にも合わせてもおかしくないし、淡い色を選んでおけばいろいろ使い回せます。一足でだいたいいろんなとこ行けちゃいます。それと何よりも楽なんですね。この底がちょっとクッション性があるので歩いてても全然痛くならないです。逆にクッション性のないものを選んでしまうと歩いてたらもうほんまに足が痛いので注意してください。それからこの底を見ましょう。底がこれ狭いですよね。底が低いです。こういうのはカジュアル向けです。訪問着とか振り袖に合わせる草履で、フォーマルの草履はこういうのです。ここが3段になってたりして底が高くなってます。あとは
この鼻緒って言うんですけど、これ鼻緒が帯みたいな生地なんですね。これもフォーマルの特徴です。そして皆さん間違えちゃいけないのがこちら、下駄。下駄と草履の違いお分かりになるでしょうか。着物には足袋を履いて草履を履きます。この下駄は浴衣に合わせます。素足で履くものです。違いはこれ、ここに空洞が開いてますね。こっちのことハーって言うんですけど、2枚刃になってますね。こういうもの、あとここが木ですよね。木製のものは下駄です。そうやって見分けてください。最初は淡い色で足の裏がクッションになっているものがおすすめです。そしたらいよいよ着物と帯を見ていきましょう。まず普段着物を楽しみたくてこれから着物を始めたい人は絶対おすすめなんが小紋です。小紋っていうのはこういう着物の全体に柄が施されてるものです。柄がついてない部分なんてありません。全体に同じ柄が入ってます。この小紋はどういう時に使うかっていうと、友達とお食事に行く時とか、あとはお正月に着てもいいですし、コンサートとか観劇に行ってもいいし、そういうお出かけの時に使う着物です。なのでフォーマルには着ません。素材はですね、ポリエステルとか絹証券ですねとかいろいろあるんですけど、最初は何でもいいと思います。お好きなデザインのもの、お好きな色のものを選んでください。やっぱり着物って着たいなって思う気持ちが一番大事なので、ワクワクするものを見つけてくださいね。それから仕立てについてちょっと注意点があります。最初に着物を始められる人は夏場はあんまり着ないですよね。暑いし嫌ですよね。なので冬場に着られる合わせのものを購入するのがおすすめです。合わせっていうのはこうやって裾のところを見ると裏にこういう色付きの裏地がついてます。ついてないもの、これは裏地がついてません。1枚だけ、生地が裏表同じですもんね。1枚ペラです。こういうのは一重って言います。一重は季節が限られるので、合わせ、冬場ずっと活躍する合わせの着物を買うのがおすすめです。最初はね。で合わせっていつ着られるんやっていうと10月から5月ぐらいまで着られます。その時期に着る人は絶対合わせにしといた方がいいです。リサイクルショップとかで見張る時どこを見たらいいかって皆さん迷いますよね。身丈っていう項目を見てほしいです。身丈っていうのはこの着物の縦の長さのことなんですけど、身長と同じぐらいのものを選ぶといいです。ただ背の高い人とかって身長と同じぐらいのってまあないんですよね、私はねなので身長マイナス10センチまでやったらおはしょりは出せます。ついたけって言っておはしょりなしでもいいんやったらマイナス20センチまで切れます。ネット通販で購入するときは見丈っていう項目が絶対あるはずなんですが、リサイクルショップでは書いてないこともあります。そういう時は試着してみてください。でどうやって長さを見るかっていうと、まず羽織ってもらって首のところもしっかり詰めて着てもらって、そして、床にどれくらい擦れるかを見てほしいですね。だいたい7、8センチ、iPhone の縦の幅ぐらい床に擦れたらおはしょりはもうバッチリ出ます。それで羽織って確認することもできます。そしたら続きまして帯、これを説明します。まず普段着物として楽しみたい着物初心者の人は絶対名古屋帯がおすすめです。それで名古屋帯にもいろいろ仕立て方があるんですけど、最初はこういうずーっと半分になってて途中で三角になって幅が広くなってる名古屋帯がおすすめ。あと柄も結構重要で、花柄やと着物花柄選んじゃったら花で喧嘩するんですよ。なのでこういう蝶々柄とか、あと古典文様の柄、尻尾柄とか幾何学模様、縞とかね、格子のやつとかあんまり花じゃない方が意外と合わせやすいです。で無地っぽい帯も結構使いやすいです。使いやすい帯トップ3っていうランキングを作ってるので、
この動画が終わった後に動画説明欄からリンク貼っておきますのでご覧ください。この名古屋帯はどういう時に締めるかというと、さっき言った顧問に合わせる帯なので本当にカジュアル着になります。お茶会とか訪問着に合わせたりとかフォーマルシーンに合わせたいんやったら袋帯を購入しましょう。こんな感じで使い分けます。生地はですね、化線でも全然いいです。もうデザインが気に入ったものにしましょう。いかがでしたか？着物を始めるイメージは湧きましたでしょうか？最近はですね、着物がうん十年もタンスに眠っているっていう方とか、着物は高額でとてもじゃないけど始められませんっていう方とか、昔はみんなが着物を着れたはずなのに着付けをできる人がほとんどいないという現状です。とっても悲しいです。でも一方で着物を楽しんでる方もたくさんいらっしゃいます。私の Twitter やインスタのフォロワーさんの中では着物を洋服と一緒にミックスして楽しんでおられる方とか、リサイクルショップでとっても安くで賢くお買い物をされて日々楽しい着物生活をされている方などたくさんいらっしゃいます。着物を着ていたらとっても気分がいいですし、背筋もシャンと伸びます。そしてちょっと今日は着物やから綺麗な美術館に行ってみようかなとか、ちょっと神社仏閣に御朱印集めに行ってみようかなとか、それで新しい友達ができたりとか、本当に人生が変わります。何より着物を着るとウキウキします。着物を自分で着られるようになったら成人式で自分で着ることもできますし、結婚式とか子供の入学式、卒業式などほんまに大活躍します。朝急いで美容院に行ってヘアセットもして時間がなくって結局洋服でっていう思いはしなくて済みます。で、着物に着るのに慣れてきたらいろんな新しい帯結びに挑戦したり、お友達と着物でお出かけしたりとほんまに楽しいですよ。言ってしまえば着物はファッションなので感性の赴くままに着てもいいんです。たとえ上手に着れていなくてもルールから外れていたって全然気にしなくていいんです。例えば着物にブーツを合わせてみたりとか、着物の下にブラウスをインしてきたりとか、帯の代わりにコルセットベルトをしたりとか、とってもかっこいいですよね。可愛い着物は美しいな、そういう純粋な心を大切にして着物を楽しんでもらえたら嬉しいです。この動画をご覧になって着物を着始めて新しい和装ファッションを生み出す方が出てくることを心から願っています。この動画がいいなと思ってくださった方はいいねボタン、チャンネル登録ではなくて普段お使いの SNS で拡散、シェアしてくださると助かります。もちろん LINE でお知り合いの方にこの動画のリンクを教えてくださったり、家族でこの動画を見てもらえてもすごく嬉しいです。皆さんのお力が集まることで一人でも多くの着物ユーザーが生まれますように。ではまた別の動画でお会いしましょう。素直でした。ご視聴ありがとうございました。